コンサニー、あれの久アムです。発祥の実装までとうとう1週間を切ってしまったね。今回は過去ストーリーに散りばめられてきた気になる伏線を振り返っていきたいと思います。動画の目次はこんな感じなんだけど、僕は元ネタであるフォーロームは未読でざっくりとした話しか知りません。なので考察というよりは素人目線の気になるポイント整理だと思ってくれると嬉しいです。それでは始めていきます。一つ目はホールの左目についてです。彼の左目が時折光るのはもうお馴染みだけど、意外とストーリー内では突っ込まれてないんですよね。しっかり言及しているのは竜教会の人格ストーリーで、不思議があるファーストに対し、ホールは生まれた時からこうだったと答えていました。元ネタであるゴーロームでは、主人公のバオユが玉を口に含んで生まれたとされているので、ここから来ているのは間違いないんですが、ホールは左目についてあまり触れてほしくない様子。言いよどんでいるようだったし、なんでだろう。また左目は本人の意思では制御できないとも言っていましたが、砲撃の締めや回避なんかでよく光るのが確認されています。T 社の巣の中であってもはっきりとわかるのが謎。イロージビー人格はこのタイミングで実装されたものなので、明らかにわざとなんだよな。エイプリルフールイベントでは、ホールと入れ替わった領袖が起こる場面でも光っていました。立ち絵で左目が光ったのはおそらく今回が初めてだったのでは？ホンルの言動にはいつも好奇心が根っこにある気がします。3.5 章のヘルズチキンでは、ペットフードみたいな食事も一度は体験すべきですよね。なんて理由でグレゴール側についたり、1章のお通夜みたいなバスの中でも一人だけずっと笑顔でした。W 社では同じことの繰り返しに相当退屈していたのか、飲食店を回ることで気晴らしをしていたし、K 社ではガラス管の中から管理職員にずっと話しかけていましたよね。戦闘に投入されることを知って大喜びもしていました。そういった意味では DH 協会は転職だったのかもしれません。知識をたくさん得て、それを力に変えて使うことで忘れてしまうので、また学び直せる。実際かなり楽しそうにしていたイメージがあります。ユロージビーでは探偵役を務めていました。身につけていたモノクルは、好奇心を持って覗くと推測を助ける映像が見えるという機能の搭載された光合成のもの。そもそもリンバスカンパニーにも新しい経験になりそうだったから来たということが最近になって判明しています。次はホンル人格の入社事情について、彼の人格ストーリーではたびたび社会勉強という言葉が出てきて、どうやら各地の翼に行っているのもばあさんの勧めで都市を回って見識を広めてこいと言われてかららしいです。実際 W 社や K 社にはおばあさんのコネで入社したと本人も話していて、特に K 社では偉い人が家族と親交があるらしいとこっそり教えてくれました。それってつまりこの人？木ばかり事務所では捉えた決起をご老人方のために実家に送ったらしく、これもおばあさんによる指示の可能性も？ユロージビーも原文を広める目的で入っただけのようなので、これは組織が大きくなって滑り込みやすくなったのかもしれない。噂や事務所、組織へ入った経緯は家からの指示なのか、はたまた本人の好奇心から来るものなのか、判断がしづらいかも。次は彼の独特な死生観について、にこやかなイメージとは裏腹に、石ネイドとも取れるような感情を持ってるんですよね。印象深かったのは 6.5 章の時間殺人鬼とのやりとり。1000時間を奪ってやるという言葉に対して、ホンルは少し考えた後、あっさり応じてしまいます。これにはさすがの老者もドン引き。実際に奪われることはなかったものの、なかなかヒヤッとするやりとりだったんじゃないでしょうか。また、いきなり登場してホンル村を焼け野原にした R 社の人格ストーリーを読むと、彼は死を受け入れず、他の自分を殺して生き延びたという本来のホンルから外れた存在だと判明しています。そんな彼もあまりにひどい頭痛のためにわざと殺されて休むことを選んでいる。悲しいね。そしてティザーでの目を閉じぬ限り逃れる術はないのだろうというセリフ。もしかしたら死ぬことが許されない理由が何かあって、ダンテと契約することによって一時的に世の中を見なくて済む時間ができたのかも。でもそれは救いなのかな。ホンルのもう一つの暗い特徴、それは定感の念。彼はとにかく流されるように生きていて、誰かの思惑通りに動くのは慣れてますから、なんて言ってもいました。ここでホールのために2度も怒ってくれるヒース、可愛いよね。8章のタイトル、眺めることしかできないも、そんな彼の姿勢を象徴している気がします。7.5 章の LCB 定期検診では、シンクレアと共に不運の滞在の先頭に選ばれながら、意味がないと分かれば火がつくこともないと語り、怒ることすら諦めているようにも見えました。これに対して気になるのが、ヘルズチキンでのファウストの話、人々がねじれる原因について語るシーンだけれど、例としてホンルが挙げられていました。
人生を支えていた希望が崩れれば、私を手放してしまうこともあると、本土自身は曖昧に受け答えし、知っているはずだけど、今は思い浮かばないと答えている。これって不自然ですよね。7章ではシーチュンと共に、都市には記憶を失う手段がたくさんあると話していた本土。もしかしたら彼は、すでに過去の記憶を手放しているのかもしれません。それにしても、ヘルズチキンは相当前のギャグシナリオなんだけど、しれっと重要そうな話が出てきてるの怖いなぁ。最後は8章を語る上で外せない千人遊びについて。これ 7.5 章でシャンさんが皮肉めいて使っていた言葉です。金持ちの道楽みたいな意味にも取れるけど、実はもっと深い意味が隠されているのかも。実際に7章の終盤ではご老人方が精神の不死を求めていることが判明しました。シーチュンがラマンチャランドに訪れてまで探していたのは、忘却の川がある場所のどこかにある別の川。サンチョが飲んだのは忘却の川レーテの水。これはギリシャ神話に出てきます。ならば、彼女が探していたのは記憶の川である無念も襲名でしょう。これを手に入れれば、精神ごと死を超えることができる。つまり、千人遊びの本質は不老不死、そして記憶の保持にあると思っています。がも、深夜清掃で H 社の正式名称が本ゆえん生命工学グループだと明かされました。治療の精髄を込めた得意点である1。死後、脳が無事ならば蘇生が可能な生命保険。ただし、これには記憶の損失という重大な欠点もあります。この脳の不死や記憶の保持こそが、ご老人方の研究テーマだったと考えると全てがつながりますね。さらに、黒獣ウーティスの人格ストーリーでは、死者の頭部から作られた虫が登場し、それを体内に入れると記憶を引き継げるなんて話まで出てきました。8章では退場したかと思われたキャラクターが生命保険に再登場したり、肉体の乗り換えを行うキャラクターが出てくるなんてこともありそうです。こんな感じで思いつく限りまとめてみたんだけど、いかがだったでしょうか。意味深な歌とか、本のエゴとか、気になるところは他にもたくさんあったのだけど、残りは実装後のお楽しみとして撮っておきたいと思います。僕はリンバスのストーリーをじっくり読む生配信をしています。今回も実装日の翌日である金曜日から始めるので、ぜひチャンネル登録をして遊びに来てください。また、コメント、高評価もしてくれるととても嬉しいです。できる限りお返事させてもらいます。それでは8章ストーリー配信でお会いしましょう。晴れのイサームでした。